なんかすごい光ってない？大丈夫？大丈夫。うん。OK。皆さん、こんにちは。あちおチャンネルのあちおと。あれです。今回はちょっとね、私たちの自己紹介をしようと思います。今更。そうなんです。今更感否めませんが、つい先日ですね、ちょうどチャンネル登録者数1万人を突破していただいて、ある動画がねちょっとバズったと言いますか、人気になったので、ちょっと多くの方にこう私たちのチャンネルを見ていただけるようになったんですが、ちょっと思い返してみると全くねちゃんとした自己紹介をしたことがなかったなと思ったので、今回は新しいチャンネル登録者様や今まで登録してくれてた方にもね、もうちょっとちゃんと私たちのことを知ってもらいたいなということで自己紹介をしてまいります。私たちの関係は何ですか？友達？違うだろう結婚してますね。結婚しました。シビルユニオンで。はい。一応便宜上ちょっと同性婚と動画では言ってるんですが、ちゃんとした言葉で言うとシビルユニオンというのをイタリアでして今結婚している状態です。はい。結婚したのは実は今月の2月なので。今月の？間違えた。今年の2月です。うん。なのでまだ3、4、5、3ヶ月。そう、新婚なんですよ。はい。はい。私はあちおです。僕はあれです。イタリア人です。一応。うん。いつもさ、イタリア人ですって言ったら一応って言うけどさ、なんでなの？一応じゃないじゃん。一応ちょっと疑問、いつもちょっと待って疑問に思ったけど、何の一応なの？緩和する感じ。何を緩和したいの？日本語もできるからたまになんか日本人みたいに話せるねって言われることがあるから、実は一応イタリア人です。でも日本人じゃないじゃん。そうだけど、そこにヒューモアが入ってるんですよ。一応に？でもみんな一応って言ったら信じてくれないじゃん、イタリア人。だってこれはさ、イタリア人を信じさせたいんでしょ、あなたは。そうね。なのに一応って言ったらみんなえってなるじゃん。それがいいかな、好きだね。という感じです。イタリア人なんですよ。純粋なイタリア人ですよ。めんどくさいタイプの人間なんですよ。こうなんかちょっとね、言葉遊びをしてね、皆さんを混乱に招くようなタイプなんですよ。私は身長体重から言った方がいい？身長は160センチ台後半で、体重は52キロから62キロの間を横断中です。で、好きなことは犬。私は犬と食べ物をこよなく愛しております。アラサーど真ん中のゲイでございます。はい。はい。あれさんは？僕は29歳で身長170センチぐらいで、体重は58キロから63キロまで横断中です。で、経歴なんですが、私は大学を卒業した後、海外の教育機関で2年間働いた後、日本に一時帰国をして2年間修士論文を書いて大学院を卒業しました。でその後日本の某メーカーに勤務をして、勤めていたんですが、ちょっといろいろとねトラブルがあって退職をした折に、ちょうどタイミングがあったということで、あれとの結婚を決意して日本で数百万貯めてイタリアに移住したという感じです。で、僕は高校出てから大学で日本語文学を専攻して、3年間、勉強してから日本に行って、そこで、留学、短期留学だったんですけど、6ヶ月日本語を学んでから、帰国して、イタリアで修士を取って、でその後はもう一度日本でも修士を取りました。でそこから就職してね。そうね。で今に至ってます。私たちは2016年の5月後半に出会って、1年間の遠距離恋愛と2年間の同棲生活を経て結婚に至りました。これに関してはちょっと以前に動画を上げてるので、もしご興味ある方いらっしゃいましたらね、見てみてください。これもよく聞かれるんですが、本当にタイミングがね
あったし、2人ともこの付き合ってる間にその良き人生のパートナーだと思えたし、良き恋人であり良き友人でも、ね、あると思えたから、結婚っていう形ができるのであれば、じゃあイタリアでしてもいいんじゃないかなっていうので、本当にそんなね深い、そのすごいロマンティックな、もうあなたから離れられないわみたいなレベルの分かる、そういう意気込みで結婚はしなかったです。本当に、すごい自然に結婚に至ったので、そんな感じです。あんまりドラマがなかったですよ。はい、こんな感じですよ。一応、検定試験もちゃんと受けざるを得なかったから、日本語能力検定試験というのがあるんですが、N1 も一番トップのね、あとは趣味で、日本文学翻訳したりしてるので、一応日本語通じます。あと修士論文も日本語で書いたので、そうね、はい、という感じの能力だよね。そういう感じだね。照れなくていいから全部で5年間ぐらい生活してきたので、支障なく生き残ったかということで、普通に日本語が使えると思います。聞かないでください。してます。してますね。私はあれと結婚するタイミングでFacebook で一斉にカミングアウトしたので、 Facebook で友達じゃない方は知らないんですが、一応オープンです。で家族に関しては、ちょっといろいろありまして、きちんと理解してくれてるのは母親のみとなってるんですが、一応カミングアウトはね、オープンにはしているという感じです。僕も知ってるんですけれども、知らない人もいます。いるよね、それはね、もちろんね。隠してるのではなくて、ただそういう話ねする機会なかったので、特にそのトピックに触れてないだけですね。オープンです。聞かれたらゲイですとね、そう正直に答えます。どうしてアレさんの顔は半分しか見えないんですかということで、半分しかないから、これは本当に半分に切ってますのでね。そうね。というのはちょっとすいません、これはちょっとふざけました。真面目な話、その仕事の関係上でその顔出しをしてしまって、今働いてる会社にちょっと迷惑をねかけたくないなっていういろいろ配慮がありまして、そうね、実際は顔半分にさせていただいてます。顔半分にさせていただいてます。別にね、カミングアウトしてないとか誰かにバレたくないっていうわけではなく、ちょっとやっぱり顔が出るということはね、関係各位の方々にご迷惑をかかる場合もありますので、私みたいにね別にね何もない人間は別にいいんですけどね。僕もそうなんですけど、はい、で今後ちょっと状況が変わり次第、もしかしたらあれの顔は出せるかなと思いますので、少々お待ちください。ブログだったりラジオだったりって言って顔を出さなくても情報発信できる媒体ってたくさんあるじゃないですか、なのでちょっと私たちも YouTube だからといって絶対に顔を出さなきゃいけないっていう、そういうねちょっとアイディアは捨てて、いろんな表現の多様性というとちょっと大きくはなってくるんですけれども、そういった部分もちょっと皆さんにお伝えしたいなだったり、ちょっと私たちで表現してみたいなというつもりでちょっと顔はね、半分にさせていただいています。嫌だなと思われる方もいらっしゃるっていうのは分かってるんですが、ちょっとこれが私たちのスタイルということで、ちょっとご理解ねいただけたら嬉しいです。本当に単純な理由で日本ベースって言い方は変ですが、日本語だったり日本人とか日本関係の方で同性婚について情報発信をしてる方っていうのがあんまりいないなという印象があったので、同性婚についてだったり LGBTQ についてだったり、私たちの生活っていうのをチャンネルを通して皆さんにお伝えできたらいいなというのを思ったのでチャンネルを始めました。でまたこれはすごく個人的な理由なんですが、21世紀ってあれですよね、知識を溜め込むだけの時代じゃなくて、いろんな経験だったり学びを繰り返して自分から発信をしていく時代になってくるじゃないですか。私もそれをちょっと日々感じていて、私も LGBTQ 当事者として、20年間数年間ちょっと苦悩だったり葛藤だったりいろんな体験をしてきたので、まだまだ若いですが、そういったね経験値をちょっと皆さんに何かしらの形で還元したいなっていう思いがあったっていうのがちょっと個人的な理由としてあって、YouTube を始めました。主に私たち2人がメインで出ることが多分多いかと思いますが、たまに私が1人で出たりすることもあります。
その他にはちょっと今検討しているのでは、ちょっとブログだったり、ラジオという媒体でもう少し真面目にだったりとか、ちょっと固めな内容も、そういう媒体を通じて皆様にお届けできたらいいななんていうのを私はちょっと考えているので、もしかしたら今後ブログ並びにラジオを始めるかもしれません。現在ちょっとインスタグラムとツイッターもしてますので、もし何かしら LGBTQ に関してだったり、同性婚だったり悩んでたり、いろんなねご質問がある方いらっしゃいましたら、そちらで DM いただけると私たちはいつでもお返事返せますので、はい、ぜひ気軽にダイレクトメッセージお願いします。ということで、ちょっと簡単にではあったんですが、ざっくりね大まかに私たちの自己紹介をしてみましたね。そうですね、コメント欄にね疑問があれば、はい、質問とかあれば、遠慮なく書いてください。はい、ということで最後までお付き合いいただいてありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。はい、チャオ。じゃあね、チャオ。Narcisetto ad Gino d'amor